どうも、ケイスケです。皆さん、動画編集してますか？いや、僕も動画編集を始めて多分2年3年ぐらいかな、経ってると思うんですけども、すごいいろんなことをね YouTube で発信してきて、ありがたいことに僕のね動画を見て YouTube じゃない動画編集を始めたいとか動画始めたいっていう人も、少しずつ増えてきてまして、でやっぱりねみんな結構気になるというか、僕のねチャンネルの中での人気コンテンツっていうのが動画編集の話だったりとか、あとは動画編集の効率化みたいなところについてみんな興味あると思うんですね。今回はそうやってね興味持っていただいてるっていうのもちょっと考えまして、でこういうアイテムを使って動画編集を効率化してかつハイクオリティなね動画を出すために努力してますっていうね、こういうアイテムがないと僕はね動画作れませんというね珠玉のちょっとアイテムたちをご紹介したいと思いますんで、動画撮っております。全部が全部みんなに合うわけじゃないんですけども、少なくとも例えばマウス一つ取ったらこれと同じじゃなくてもいいけど、似たようなね、代わりのアイテムっていうのを手に入れてもらったりして、自分のね動画編集のスタイルっていうのを見つけていただければと思います。ということで、早速今日の動画行ってみましょう。はい、僕のアイテムはこの辺に全部まとまってますね。どっから紹介していこうかな。まずはパソコンからか。まずはパソコンです。パソコンは MacBook Pro、13インチの M1 Pro MacBook Pro っていうのを使っています。僕が動画編集始めた時に、初めね MacBook Air でやったんですけども、Air はすごくね動画編集やっぱ遅かったんですよ。フル HD でも結構しんどいかなと思ったのが、このね MacBook Pro とかに、特に M1MacBook ですね、とかにしてからすごく動画編集がサクサクになりました。普段の YouTube はこんな感じで Final Cut Pro というね、編集ソフトを使ってやっています。結構僕は分けてて、作品は DaVinci Resolve っていうのを使って、いつもの YouTube は Final Cut Pro というソフトを使っています。やっぱ Final Cut Pro が一番ね、動作はサクサクな気がしますね。でも本当に MacBook Pro と Final Cut Pro って相性がめちゃくちゃ良くて、前にね動画編集の効率化っていう動画ね出してるんでこっち見てほしいんですけども、ペーストっていうアプリを使うとコピペでテロップとかも終わっちゃうんですよ。もうものすごい効率化ができてて、僕が前ねプレミアプロを使って動画編集してた時から比べると多分ね、作業時間半分ぐらいになってるんじゃないかなと思います。Final Cut Pro でやって、15分の動画、プレミアプロだと多分30分1時間とかかかったんじゃないかなと思います。ということで1つ目は MacBook Pro、今買うんだったら、M1 チップのタイプがいいですね。M1MacBook Air でもいいし M1 Pro MacBook Pro とか僕の持ってるね M1 Max の MacBook Pro とかそういうのでもいいと思います。はい、次2つ目が、ちょっとこれも大きいものなんですけども、このチェアです。これはエルゴヒューマンベーシックっていうチェアなんですけども、椅子ってめちゃくちゃ大事なんですよ。というのも僕らが動画編集で一番使うアイテムって PC だと思いきや実は椅子だったりするんですよね。例えば家でね動画作る工程を100時間あったとします。って考えると、動画編集確かにするんですけども、それの時間ってだいたい 60% ぐらいで、残りの 40% って、撮影だったり準備だったり、構成書いたりとかね、そういう時間に使うわけで、その時間全部 100% 使ってるのってこれなんですよね。で普通の椅子でもいいじゃんと思われがちなんですけども、僕2年前ぐらいにこのねチェア買ったのかな。で2年前の時に普通の椅子でやってて本当に腰が痛くなったんですよね。でもこれは動画編集できないと思って、いろいろねオフィスチェア専門店に行って、で一番どれが座り心地いいかなっていうのをいろいろ試した結果、このねエルゴヒューマンベーシックっていうチェアにしました。で本当にオフィスチェアっていろんな種類あって、アーロンチェアとか岡村とか結構いろんな種類あるんですけども、人それぞれなんですけども、このエルゴヒューマンはめちゃくちゃ座り心地いいのに比較的安いんですよ。それでも10万円ぐらいしちゃうんだけど、これだと9万円ぐらいかな。なんだけども、アーロンチェアとかって20万とか、しちゃったりするのが、10万円ぐらいで買えるって考えると結構コスパとしてもいいと思うんですよね。なかなか椅子を変える勇気、しかも10万円でっていうのは勇気がいると思うんですけども、変えてみるとかなりですね作業のつまずく時間が短くなる。腰疲れたからちょっと休もうっていう時間がすごい短くなったりとか、あとはすごいねこれ倒れるんでこのまま仮眠できたりとか、そういう点も含めて僕はねめちゃくちゃおすすめしたいアイテムです。ちなみにエルゴヒューマンの特にいいところはここですね。この腰の部分
腰の部分がこれランバーサポートって言って、一番やっぱり編集してると腰が痛くなるんですけども、ここがあることによって、だいぶ腰の痛みっていうのが軽減されますよというものになっています。で本当にチェアは座ってみないとわからないので、ぜひ座って試してほしいなと思います。でワーカホリックっていうお店があって、それねちょっと完全予約制になるんですけども、そこに行くと全部ね座れるんですよ。試して座って全部自分でね決めることができるので、ぜひそういうお店に行って決めてもらえるといいなと思います。ということで2つ目はこちらのエルゴヒューマンベーシックというチェアでした。ケイスケの動画。3つ目は迷うんですけども、マウスですかね。もうこれも2年ぐらい使ってるな。ロジクールの MX エルゴっていうトラックボールっていうマウスです。トラックボールって形のマウスか。でロジクールのマウスはもうめちゃくちゃ優秀なのがボタン類ね。ここにこうよく見たら分かるんですけども、2つボタンがあったりとか、あとマウスホイールもこうね右とか左に傾けたり押し込んだりとかできるんですよね。であとはここのね側面にもボタンがついていたりとかで、この一個一個のボタンをカスタマイズできるんですよ。しかもソフトコードでカスタマイズできて、プレミアプロ、アフターエフェクツ、例えば、ファイナルカットプロ、ダヴィンチリゾルブ、それぞれでこのボタンはこういう機能にしますっていうのを決めれます。例えばファイナルカットプロで僕やるときは、ここのマウスホイールをこっちにね左に倒すとカットができると。で右に倒すと、削除ができるみたいな感じにしてます。もうこれね2年3年使ってるんでボロボロなんですけども、これがないと僕は動画編集したくないです。MacBook の場合ってここのねマウスパッド、ここで動かすっていうこともできるんですけども、ここねすごい指が疲れるんですよね。なので基本外で編集するとき、外で作業するときっていうのもこのマウスを使っています。でロジクールのマウスにはこのね MXL5 以外にも普通に動かす MX マスターっていうタイプもあるんで、本当に普通のマウスタイプがいいっていう方はそのマウスタイプ使ってください。もう僕はねこのトラックボールで場所を動かさなくてできる、ここだけでね親指だけで操作できるっていうのがすごい気に入っているのでこれにしています。ということで3つ目はこのマウスでした。次4つ目がこちらですね。ディスプレイ、LG の34インチウルトラワイドディスプレイです。これはね今年買いました。今年新しく入った新入りですで、これ何がいいかっていうと、めちゃくちゃ長くてでかいということで34インチですごいでかい画面で動画編集ができます。で40インチとかのワイドディスプレイもあるんですけども、多分ねこれがちょうどいいです。っていうのも40インチぐらいあると結構画面がね広くて、こうやって顔を動かさないといけない距離が長くて疲れます、多分ですけど。でかつこれはね別のレビュー動画でも話したんですけども、この34インチはすごいねピクセルの密度っていうのが濃くて、MacBook と比較してもすごいね綺麗に映ります、精細にね。っていうのもあってすごい満足できてます。しかもこのね MacBook とディスプレイ自体をケーブル1本で充電しながらつなげるので、もうこれねほら MacBook に他に何もつないでないんですけども、もうこれだけでディスプレイとつないでかつ充電されてるというのがめちゃくちゃ便利です。で見ていただいたら分かるんですけど、こうやってね、分割もできるんですよね。こんな感じ、分かります？こんな感じですね。そうすると動画編集をしながら、例えば左のものをドラッグ&ドロップするとか、そういうのにも使えるし、左のものを見ながら右のね動画を修正するっていうこともできるので、結構ね分割できるっていうのがすごい便利です。分割しながらもこのね比率変えれるんですよ。比率こうやってねギュインってやるとちょっとねこう73ぐらいになったりとか、ど真ん中で比率ね、分けたりとか、そういうこともできて、ちゃんと画面を分割しながらワークスペースも確保できるっていうのがめちゃくちゃいいと思います。ぶっちゃけ動画編集ソフトファイナルカットプロとかダヴィンチリゾルブとかプレミアプロぐらいだったら別にねディスプレイがなくてもなんとかできはするんですよ。できはするんですけども、アフターエフェクツとかCG 系のソフトはマジでねディスプレイないともう本当に話にならないと思いますので、自宅環境限定にはなるんですけども、今まで持ってなかったという方はチェックしてみてください。ちょっとねこれはお高い16万ぐらいかな、ちょっと値段はするんですけども、でもそれでもかなり効率化はやっぱりできるんで、ぜひチェックしてみてください。ということで動画編集効率化のアイテム4つ目がこちらの LG のディスプレイでした。ケイスケの動画。でここまでが、動画編集の効率化みたいな部分ですね。例えば MacBook Pro は言わずもがなで、マウスもショートカットとかあるし、ディスプレイも絶対ね効率化ができるし、このね椅子に関してはずっと座っていられると、疲れて休む時間がなくなるので、効率化っていう意味で僕は使えると思ってるんですけども、ここからに関してはちょっとクオリティの面上げていくために使ってるアイテムをご紹介していきます。クオリティを上げるために使ってるアイテム1つ目が、こちら
iPad ですね。もうこれは僕の動画編集にもマストのアイテムになっています。これね iPad mini なんですけども、どうやって使ってるかっていうと、基本的には GoodNote 5っていうアプリケーションでもう基本的に使っています。例えばタスク、今日一日何するっていう話だったりとか、あとは今日一日のスケジュール管理、あとはネタ出しね。ネタっていうもう本当に白紙のところにどういう風にトークするかっていうのを書いたりしてるんですね。でやっぱ YouTube とかって一番分かりやすく紹介したいんですよ。分かりやすく見てもらいたいし、動画とかも分かりやすく紹介した方が絶対いいだろうと思って、僕はあんま台本は書かないんですけども、話の流れだったり、あとはこう要点っていうのをこれにまとめるようにしてます。で僕はねこう手書きの方が集中できるんですよね。頭に入ってきやすいというか、そういうのがあって結構ね一個一個書くようにしています。例えば話の流れでこう言ってこう言ってこうしようって時に、ここのポイントではこう話そう。例えばこの前のレンズの話だったら、この前色収差すごかったなとか、こういう焦点距離どういう人が使うんだろうとか、そういうのを事前に調べとかないと、やっぱね動画撮り始めてはいドンで喋れることって限界があると思うんですよね。とはいえ台本がっつりね作っちゃうと、なんかこう自分らしさが出せないと思って、ある程度自分らしさを出せるかつ分かりやすくできるっていう意味で結構ねメモっています。これがあるないだと多分僕のね動画のクオリティもかなり差が出てくるんじゃないかなと思いますんで、こういう風にね使ってるよってことだけご報告させてください。基本的にはこの iPad GoodNote 5っていうアプリケーションを使ってやっています。ということで、クオリティを上げるためのアイテム1つ目がこちらの iPad mini でした。サイズ感もちょうどいい。続いてクオリティを上げるためのアイテムがこちらですね。これね、ファイナルっていうメーカーの E2000 っていうイヤホンなんですね。結構動画編集してる人って高い、ヘッドホンとかイヤホン使ってるイメージありません？僕もね、一回考えました。一回こう高いイヤホンとかヘッドホン使おうかっていうのは考えたんですけども、よくよく考えたら僕の普段の見てもらう動画っていうのは一般の人に届けたいんですよね。で一般の人っていうのはそんな高いイヤホンとかヘッドホン持ってないんですよ。ってことはね、じゃあ高いイヤホンとかヘッドホンでしか聞き取れない音よりも、こういう汎用性のこれね2000円ぐらいなんですけども、このぐらいのイヤホンで、聞き取れる音、聞き取りやすい音っていうのを目指した方が絶対いいだろうなと思って、こういうねイヤホンを使うようにしています。すごいねいろんなイヤホンある中で、このねファイナルのイヤホンはすごいクオリティも高くて、安い割にクオリティ高いと、なんかすごいクリーンに聞こえるので、全然耳障りじゃないし、それに加えてこう一般のね型の感覚にも近いかなと思って、使っています。あとねここねイヤーピースっていうのかな、ハウジングっていうのか、これがねすごいちっちゃくて耳にね長時間つけても全然ね疲れないです。その辺もすごいいいところなんで、ぜひですね動画編集される方はこういうところにもね気を配ってあげると、もしかしたらいいのかなと思います。ということでクオリティを上げるためのアイテム、2つ目がこちらのイヤホンでした。ちょっと番外編として最近気に入ってるアイテムとして、これねアロマディフューザーです。これねこの前買ってよかったものでも紹介したんですけども、このアロマディフューザーね、下のねここの、リキッドの部分っていうのかな、ここに水とオイルを入れて、勝手に噴射されるというものになっています。アロマディフューザーって動画編集に関係ないじゃんと思うと思うんですけども、確かに直接は関係ないんだけど、やっぱりそのね動画編集してる時に集中力がすごい切れるんですよ。動画編集って4時間とかやらなきゃいけない中で、人間の集中力って1時間半とかで疲れちゃったりするっていうじゃないですか。って考えるとどうやってその疲れを癒すかだったりとか、どうやってなるべく持続させるかっていうのが結構大事で、それの一つとして、こういうね椅子だったりもするんですけども、このねアロマディフューザーっていうのを使っています。これは僕はねカドーっていうメーカーの、ちっちゃいやつをいただき物なんで、いただいて使ってるんですけども、これじゃなくても、結構ねいろんなアロマディフューザー今出てるんで、そういうのを使ってみてもいいんじゃないかなと思います。番外編ではありますが、僕のねおすすめするアイテムアロマディフューザーでした。で最後編集のクオリティ上げるっていうか、これ効率化に入るなよく考えたら効率化に入るんですけども、最後1個カードリーダーです。これ結構盲点だと思うんですけども、動画カメラで撮るじゃないですか。カメラでも iPhone でもいいんですけども、撮ってそっからパソコンに移してパソコンで編集するっていうのが僕のねルーティンなんですよね。でパソコンに移す時に、例えば今ね撮ってる α7-4 っていうカメラで撮ってるんですけども、それで撮って入れると普通の遅い SD カードだと5分とか10分とかかかるんですよ。
もうね、人間って些細なところで集中力が切れるので、そこで集中力切れるんですよ。ああ、5分の間ちょっとスマブラしちゃおうとかなるんですよね。はい。それすごい良くないなと思って、カードリーダーだったり SD カードっていうのは爆速にしています。これはカメラによって違うんで、カメラが出せる最高速度っていうのをね、ぜひ目指してほしいんですけども、僕の α7 IV とかの場合っていうのは、このね、CF エクスプレスカードっていうのが最速になっています。で、これめちゃくちゃ速いんですよ。本当になんかめちゃくちゃ本当に速いこれ表現ができないな、はい、めちゃくちゃ速くて、それをこうパソコンにねつなぐためのものがカードリーダーです、はい、これはプログレードのカードリーダーで、ここにね CF エクスプレスと SD カードを2枚させるようになっています。本当にこれだけなんですけども、確かに速度の速いものってちょっと値段が高くなります。 CF エクスプレスも高いですよね。これで3万ぐらいじゃなかったかな。はい、もうちょいしたかもしれない、くらいの値段しちゃうんですけども、ただ1枚買っておくとそれだけでその転送時間が5分が10秒になるだけで全然違うんですよ。もう僕の場合ね、あくまで僕の場合だけど5分かかるからスマブラやろうって言ったら30分かかっちゃうんですよねだから実質転送に30分かかってるんですよ。なんだけどこのね SD カードなんだけど、この CF エクスプレスさえあれば10秒とか20秒で転送できちゃうんで、20秒だったらスマブラやらなくてもいいかとなって、20秒で済むという感じになります。その転送の時間遅いからスマホいじろうとか、そういう無駄な時間にこう持ってかれちゃうんですよね。やっぱ時間が長いと。やっぱこう転送時間とか無駄な時間が長いと。なのでこの無駄な時間を削ると、実はその時間分だけじゃなくて結構大きな時間削れるっていうのがね、意外とメリットだったりするんで、ぜひですね、まだ持ってないよという方試してみてほしいなと思います。ということでおすすめのアイテムラスト1つがカードリーダーと、もしくはメモリーカードですね。はい。ケイスケの動画。はい、ということで大体紹介してきました。いかがでしょうか。本当にいろんなアイテムあって、僕やっぱりこう動画編集が一番な仕事なので、仕事道具にはかなり課金してるんですよね。一個一個ちょっとお値段も高いとは思います。だけどもうこう2年とか3年の間でコツ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 ね、積み上げて少しずつ集めてきて、揃ったアイテムたちですので、一気に揃えてほしいとは全然思わなくて、一個一個自分はこういうところを解決したいなと思うアイテムで僕がね紹介した中であれば、もう少し安いの探してみてもいいし、もちろん同じものを買ってくれてもいいんですけども、そうやってね動画編集を効率化していくときっとねいい動画を短く作れると思いますんで、短く作れるとねいい動画が大量に作れるようになると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。で全部ですね今回ご紹介したものは概要欄に貼っておきますので、そちらもチェックしてくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。どうもケイスケです。違うねはいとばらくです。みんな使ってる人が少なかったのと、見た目が結構ね、そうだから反響するから、これを使うためにいろいろこういうで、この頭の部分も別のやつつけてるんですけど、 BVR1R っていうビデオ三脚ですね。はい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 。結構取材する時ってこう横には動かしたくないんだけど、縦には結構動かしたいって時があって、